こんにちは、桜井です。今日はビットコインが10万ドルを維持できるかという今最も注目されているテーマについてお話をしていきます。結論から言います。この下落局面は終わりではなく構造の転換点です。そしてこのタイミングでこそ知っておきたいのが AI トレードという新しい運用の流れです。なぜ今暗号資産市場がこれほど揺れているのか、そして AI による資産運用がどう変化を生み出すのか、じっくりとお話をしていきたいと思います。まず、今の市場の現状から整理していきましょう。ビットコインは先週、史上最高値を更新したと急落し、現在はおよそ10万ドルをかろうじて保っています。わずか数日で市場が一変した理由としては、専門家たちは共通してレバレッジの崩壊を挙げています。ブロックビーストの分析によると、過度なレバレッジをかけたポジションが一斉に生産され、いくつかのファンドが破産。これがいわゆるフラッシュクラッシュを引き起こしました。一方で ETF の資金フローも不安定で、コインスピーカーのデータでは6日連続の資金流出の後、ようやく再び2億ドルが超える流入が戻ったとのこと。市場が恐怖と希望の狭間にある、そんな状況です。ここで注目したいのがアークインベストのキャシー・ウッドさんの発言です。彼女は長年ビットコインの最も有名な強気派でしたが、今回ステーブルコインがビットコインの一部の役割を奪いつつあると発言しました。これは単なる弱気ではなく、暗号資産の役割そのものが変わり始めているという警告なんです。ステーブルコインは価値の保存、送金、決済の実用面で台頭しており、かつてデジタルゴールドと呼ばれたビットコインの一部の立ち位置が揺らいでいます。でも、ここが面白いところなんです。多くの投資家がもう終わりだと感じるとき、その裏で次の構造変化が始まっているんです。意外な事実を一つ挙げます。暗号資産市場が大きく下落している今、AI トレードの成績がむしろ安定しているというデータもあります。どういったことかと言いますと、人間が恐怖で売るタイミングでも AI は感情を持ちません。相場を24時間分析し、ボラティリティが上がった瞬間に逆方向へポジションを取る。これが AI の強みです。例えば AI が使う指標の一つにセンチメント変化率っていうものがあります。これは SNS や取引所の注文版を分析し、市場が恐怖に傾いた瞬間を検出します。AI は人間が恐怖を感じて逃げ出すタイミングで冷静に買いを入れていく。僕はここに次の時代の運用スタイルが見えていると思っています。では、AI トレードとは具体的にどういう仕組みなのか。AI トレード、いわゆる AI ボットっていうのは、市場データ、テクニカル指標、SNS のトレンド、そして過去のパターン分析を総合的に判断して、自動で売買を行う仕組みです。いわば感情に左右されない自動運用エンジンです。最近では AI が自ら学習して戦略を進化させる強化学習型 AI も導入され始めています。このタイプの AI は相場の変動に合わせて売買ルールを最適化するため、下落相場ではディフェンシブに、上昇局面では攻める戦略に切り替えることができます。そしてこの AI 運用を先駆的に導入しているのがビットレード X です。ビットレード X は2025年の4月に開設された取引所で AI ボットによる自動トレード機能を標準装備しています。特徴は安定運用と安全性。まずはセキュリティ面では世界的なブロックチェーン監査機関サーティックによる審査で数千ある取引所の中でも上位30位以内という高評価を獲得しています。さらに運用に使われている AI はファンドプールと連携しており、1日の利益が目標値を下回った場合は、ファンドが補填する仕組みを持っています。つまり AI と人間のリスク管理が組み合わさったハイブリッド型の運用です。もちろんこれはリスクゼロではありません。暗号資産の価格変動や流動性の問題などリスクは常に存在します。ただ過去のように感情的な売買で損を出すというリスクは減ってきています。この違いが大きいんです。僕がここで伝えたいのは、AI に任せるべきという話ではなくって、AI を理解した上でどう使うのか、
これを考える時代が来ているということになります。例えば AI トレードを活用する人の多くは自分の資産の一部だけを AI に預けて残りは自分で運用します。このように人と AI の分業が始まっているんです。これが2025年以降の新しい投資の形になってきています。ビットレード X に関しては明日11月8日土曜日の朝6時からウェビナーを行います。朝6時と早いですが、ぜひ興味のある方は来られてください。ウェビナーのリンクは先ほど YouTube の投稿機能で投稿の方にアップしていますので、ぜひね、そちらの方を参考にされてみてください。そしてここでもう一つ注目の動きがあります。ジェミニっていう大手取引所がヨーロッパで XRP の無期限先物を発表しました。最大100倍レバレッジが可能というかなり大胆な試みです。このニュースの裏には規制が整いつつある欧州市場をテコにリスク許容度の高いトレーダーを再び呼び込もうという戦略があります。つまり世界ではリスクを取りに行く動きとリスクを制御する AI 運用が同時に進んでいる。この2つの流れが重なった時に暗号資産市場は次のステージに進むはずです。はい、ということでここまでお話ししてきて感じるのは市場が混乱しているように見えて実は淘汰と進化が起きているということになります。2017年や2021年のような価格だけが先行するバブルではなく技術、AI、セキュリティの進化が土台となった持続可能な拡大が始まってきています。だから僕はこの10万ドルラインを恐怖のラインとしてではなく次のフェーズへの入り口として見ています。ではここで少し僕の考えをお話をします。僕自身も2017年から暗号資産を見続けてきましたが結局のところ相場っていうのは人の感情で動きます。恐怖と欲望の繰り返しです。けれど AI トレードの登場はそこに第3の軸を作り出しました。これが理想と統計の投資です。これをどう活用するのか、これで今後の5年、10年の差が大きくなっていきます。僕たちが学ぶべきなのは AI に勝つ方法ではなく AI と共に勝つ方法なんだと思います。では、ここでもう一度ビットレード X の AI トレードの特徴に触れておきます。この AI は取引を24時間監視しながらも日ごとの利益確定を行うタイプです。そして運用は AI による自動分析、リスク制御はファンドプールによる補填という二段構え、AI デイリープランのようにいつでも出金できる柔軟な仕組みも用意されています。リスクを取りすぎない、けれど資産を眠らせない運用、僕が今注目しているのはまさにこの中間点です。もちろんこれは投資を進める話ではありません。AI トレードにもリスクはあります。ただ仕組みを理解し戦略的に使いこなすことで僕たちはもっと自由に資産を育てていけるようになる。その可能性を知ってほしいと思っています。そしてもう一つ、こちらが重要になるのがトークンエコノミーです。ビットレード X の BTX のように独自トークンを用いたエコシステム設計が広がっています。例えば取引所収益の一部でトークンを買い戻して償却するバーン戦略。これは BNB のバイナンスコインだったり MEXC の MX トークンが採用してきた手法でトークンの価値の維持とプラットフォームの拡大を両立させる仕組みです。つまりこれらの取引所は売買の場ではなくエコシステムの中核へ進化していく。それを象徴しているのが AI トレードとトークン循環型の運用モデルなんです。では最後に今後の展望についてお話をします。短期的にはビットコインは10万ドル前後での攻防が続くでしょう。ETF 資金の流入が安定すれば年末には11万ドル台の回復もあり得ます。ただし金利政策やマクロ要因次第では一時的な下振れもあり得ます。だからこそ感情的な投資ではなくデータと AI に基づいた運用、これが鍵になります。そして AI トレードのような仕組みを上手に使いこなすことで僕たちはこの不安定な時代をチャンスに変えられると思っています。AI は敵ではありません。感情を持たないパートナーです。そして僕たちはその AI をどう活かすのか、これを学んでいる投資家なんです。今日の内容を通じて暗号資産の未来を恐れるのではなく理解して動くことの大切さ、これを感じていただけたら嬉しいなと思います。焦らず学びながら皆さんと一緒に資産を育てていければと思います。
はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。